初めて日本を訪れた外国人が驚くことの一つは、日本では一人で行動している人をよく見かけることです。平日の昼休みにレストランへ行くと、一人で昼食を食べている会社員がたくさんいます。カフェでは、一人で本を読んでいる人や勉強をしている学生を見かけます。休日の映画館や美術館でも、一人で来ている人は珍しくありません。最近では、一人で焼肉を食べたり、一人で旅行をしたり、一人でキャンプを楽しんだりする人も増えています。外国では、食事や旅行は誰かと一緒に楽しむものだと考える人も少なくありません。そのため、日本で一人で行動している人をたくさん見ると、日本人はそんなに一人が好きなのだろうか、と不思議に思うことがあります。しかし実際には、日本人が特別に孤独を好んでいるわけではありません。友達と食事をすることも好きですし、家族との時間も大切にしています。それでも日本では、一人で行動することがごく普通のこととして受け入れられています。例えば、東京の駅の近くにあるレストランを見てみましょう。昼でも夜でも、一人のお客さんをたくさん見ることができます。ラーメン店や牛丼店だけではありません。カフェや定食屋、ファミリーレストランでも一人で食事をしている人は珍しくありません。日本人にとっては、それは特別なことではなく、日常の一部です。実際、日本では友達がいても一人で出かけることがあります。家族がいても一人で買い物へ行きます。恋人がいても一人で映画を見ることがあります。外国人の中には、それを少し不思議に感じる人もいるかもしれません。しかし日本では、一人でいることと孤独であることは必ずしも同じ意味ではありません。一人で過ごしているからといって、友達がいないわけでも、寂しいわけでもないのです。では、なぜ日本では一人で行動することがこれほど一般的なのでしょうか。その理由の一つは、日本人が比較的早い時期から自立することを求められるからです。もちろん地域によって違いはありますが、日本では小学生が自分で学校へ通うことが珍しくありません。徒歩で通学する子供もいれば、自転車を使う子供もいます。都市部では電車やバスを利用することもあります。海外では保護者が送り迎えをすることが一般的な地域もあるため、日本の子供たちが一人で通学している様子に驚く外国人もいます。子供たちは毎日、自分で時間を確認し、自分で学校へ向かいます。忘れ物をしないように準備をし、決められた時間までに教室へ行きます。このような経験を通して、少しずつ自立していきます。そのため、一人で何かをすることに対する抵抗感があまりないまま大人になる人も多いのです。大学進学や就職も大きなきっかけになります。日本では高校を卒業した後、親元を離れて一人暮らしを始める人が少なくありません。地方から東京や大阪などの大都市へ出てくる若者もたくさんいます。一人暮らしを始めると、買い物も洗濯も食事の準備も自分で行うことになります。最初は大変だと感じても、少しずつ慣れていきます。そして生活の多くを自分で管理するようになると、一人で外食をしたり、一人で出かけたりすることも自然なことになります。日本の都市環境も、一人で行動しやすい理由の一つです。東京や大阪のような大都市では、電車やバスなどの公共交通機関が非常に発達しています。車を持っていなくても、ほとんどの場所へ行くことができます。映画館へ行くのも、美術館へ行くのも、買い物をするのも簡単です。友達と予定を合わせる必要もありません。自分が行きたい時に出かけて、自分が帰りたい時に帰ることができます。また、日本の店やサービスは一人客に慣れています。ラーメン店や牛丼店にはカウンター席がありますし、カフェにも一人で利用しやすい席がたくさんあります。店員は一人客を特別扱いしませんし、周りのお客さんも気にしません。そのため、
一人でレストランへ入ることに恥ずかしさを感じる人は比較的少ないと言われています。実際に日本で生活していると、一人で昼食を食べることはごく普通です。会社員の中には、同僚と食事をする日もあれば、一人で食べる日もあるという人がたくさんいます。一人で食事をする理由も様々です。静かに過ごしたい人もいますし、本を読みながら食べたい人もいます。単純に好きな店へ行きたいという人もいます。近年では、一人で楽しむことを前提にしたサービスも増えています。以前は焼肉といえば家族や友達と食べるものというイメージがありました。しかし現在では、一人焼肉の専門店もあります。一人用の席があり、自分のペースで食事を楽しむことができます。一人カラオケも人気があります。誰かの選曲を待つ必要がなく、自分の好きな曲だけを歌うことができます。旅行のスタイルも変化しています。日本では一人旅を楽しむ人が増えています。温泉地へ一人で出かける人もいますし、歴史のある街をゆっくり歩きながら観光する人もいます。一人旅の魅力は、自由であることです。朝何時に起きるかも自分で決めることができますし、どこで食事をするかも自由です。予定を変更したくなったら、その場で変更することもできます。こうした一人旅の人気は、特に若い世代だけのものではありません。中高年の人たちの中にも、一人で旅行を楽しむ人はたくさんいます。子供が独立した後に、一人で日本各地を旅行する人もいます。退職後に趣味として一人旅を始める人もいます。日本には、お一人様という言葉があります。この言葉は、一人で行動する人を表す言葉として使われています。昔は少し寂しいイメージを持たれることもありましたが、現在では必ずしもそうではありません。一人で旅行を楽しむ人、一人で趣味を楽しむ人、一人で外食を楽しむ人など、自分の時間を上手に使う人という前向きな意味で使われることもあります。日本人が一人で行動する理由として、気を使わなくていいからという意見もよく聞かれます。日本では周囲との調和を大切にする文化があります。友達と出かけるときには、どこへ行くか、何を食べるか、何時に集合するかなど、多くのことを相談して決めます。それは楽しい時間でもありますが、同時に相手への配慮も必要になります。一方、一人であれば全てを自分で決めることができます。自分が食べたいものを食べ、自分が見たい映画を見て、自分が行きたい場所へ行くことができます。誰かに合わせる必要がありません。その自由さを魅力だと感じる人も少なくないのです。特に仕事が忙しい人ほど、一人の時間を大切にする傾向があります。平日は会社で多くの人と接し、会議や電話、メールへの対応に追われます。接客業や教育関係、医療関係など、人と接する機会が多い仕事ではなおさらです。そのため休日になると、静かな場所で一人の時間を過ごしたいと考える人もいます。一人でカフェへ行ったり、本屋を歩いたり、公園を散歩したりすることは、気分転換にもなるのです。もちろん、すべての日本人が一人行動を好むわけではありません。友達と過ごす方が楽しいと感じる人もいますし、休日は家族と一緒に過ごしたい人もいます。しかし日本社会全体を見ると、一人で行動することに対する心理的なハードルは比較的低いと言えるでしょう。レストランに一人で入ることも、映画を一人で見ることも、旅行を一人で楽しむことも、ごく普通の選択肢の一つです。もし日本へ来る機会があれば、ぜひ周りを少し観察してみてください。駅の近くのカフェやレストラン、公園や書店には、一人で過ごしている人がたくさんいるはずです。そして、その人たちは決して寂しそうには見えないかもしれません。友達や家族との時間を楽しみながらも、自分だけの時間も大切にする。そのような考え方が、
日本では広く受け入れられているのです。だから日本を訪れた時に、一人でラーメンを食べている人や、一人で旅行をしている人を見かけても驚かないでください。その人たちは孤独だから一人でいるのではありません。ただ、その時間を自分なりに楽しんでいるだけなのかもしれません。初めて日本を訪れた外国人が驚くことの一つは、日本では一人で行動している人をよく見かけることです。平日の昼休みにレストランへ行くと、一人で昼食を食べている会社員がたくさんいます。カフェでは、一人で本を読んでいる人や勉強をしている学生を見かけます。休日の映画館や美術館でも、一人で来ている人は珍しくありません。最近では、一人で焼肉を食べたり、一人で旅行をしたり、一人でキャンプを楽しんだりする人も増えています。外国では、食事や旅行は誰かと一緒に楽しむものだと考える人も少なくありません。そのため、日本で一人で行動している人をたくさん見ると、日本人はそんなに一人が好きなのだろうか、と不思議に思うことがあります。しかし実際には、日本人が特別に孤独を好んでいるわけではありません。友達と食事をすることも好きですし、家族との時間も大切にしています。それでも日本では、一人で行動することがごく普通のこととして受け入れられています。例えば、東京の駅の近くにあるレストランを見てみましょう。昼でも夜でも、一人のお客さんをたくさん見ることができます。ラーメン店や牛丼店だけではありません。カフェや定食屋、ファミリーレストランでも一人で食事をしている人は珍しくありません。日本人にとっては、それは特別なことではなく、日常の一部です。実際、日本では友達がいても一人で出かけることがあります。家族がいても一人で買い物へ行きます。恋人がいても一人で映画を見ることがあります。外国人の中には、それを少し不思議に感じる人もいるかもしれません。しかし日本では、一人でいることと孤独であることは必ずしも同じ意味ではありません。一人で過ごしているからといって、友達がいないわけでも、寂しいわけでもないのです。では、なぜ日本では一人で行動することがこれほど一般的なのでしょうか。その理由の一つは、日本人が比較的早い時期から自立することを求められるからです。もちろん地域によって違いはありますが、日本では小学生が自分で学校へ通うことが珍しくありません。徒歩で通学する子供もいれば、自転車を使う子供もいます。都市部では電車やバスを利用することもあります。海外では保護者が送り迎えをすることが一般的な地域もあるため、日本の子供たちが一人で通学している様子に驚く外国人もいます。子供たちは毎日、自分で時間を確認し、自分で学校へ向かいます。忘れ物をしないように準備をし、決められた時間までに教室へ行きます。このような経験を通して、少しずつ自立していきます。そのため、一人で何かをすることに対する抵抗感があまりないまま大人になる人も多いのです。大学進学や就職も大きなきっかけになります。日本では高校を卒業した後、親元を離れて一人暮らしを始める人が少なくありません。地方から東京や大阪などの大都市へ出てくる若者もたくさんいます。一人暮らしを始めると、買い物も洗濯も食事の準備も自分で行うことになります。最初は大変だと感じても、少しずつ慣れていきます。そして生活の多くを自分で管理するようになると、一人で外食をしたり、一人で出かけたりすることも自然なことになります。日本の都市環境も、一人で行動しやすい理由の一つです。東京や大阪のような大都市では、電車やバスなどの公共交通機関が非常に発達しています。車を持っていなくても、ほとんどの場所へ行くことができます。映画館へ行くのも、美術館へ行くのも、買い物をするのも簡単です。友達と予定を合わせる必要もありません。自分が行きたい時に出かけて、自分が帰りたい時に帰ることができます。また、日本の店やサービスは一人客に慣れています。ラーメン店や牛丼店にはカウンター席がありますし、
カフェにも一人で利用しやすい席がたくさんあります。店員は一人客を特別扱いしませんし、周りのお客さんも気にしません。そのため、一人でレストランへ入ることに恥ずかしさを感じる人は比較的少ないと言われています。実際に日本で生活していると、一人で昼食を食べることはごく普通です。会社員の中には、同僚と食事をする日もあれば、一人で食べる日もあるという人がたくさんいます。一人で食事をする理由も様々です。静かに過ごしたい人もいますし、本を読みながら食べたい人もいます。単純に好きな店へ行きたいという人もいます。近年では、一人で楽しむことを前提にしたサービスも増えています。以前は焼肉といえば家族や友達と食べるものというイメージがありました。しかし現在では、一人焼肉の専門店もあります。一人用の席があり、自分のペースで食事を楽しむことができます。一人カラオケも人気があります。誰かの選曲を待つ必要がなく、自分の好きな曲だけを歌うことができます。旅行のスタイルも変化しています。日本では一人旅を楽しむ人が増えています。温泉地へ一人で出かける人もいますし、歴史のある街をゆっくり歩きながら観光する人もいます。一人旅の魅力は、自由であることです。朝何時に起きるかも自分で決めることができますし、どこで食事をするかも自由です。予定を変更したくなったら、その場で変更することもできます。こうした一人旅の人気は、特に若い世代だけのものではありません。中高年の人たちの中にも、一人で旅行を楽しむ人はたくさんいます。子供が独立した後に、一人で日本各地を旅行する人もいます。退職後に趣味として一人旅を始める人もいます。日本には、お一人様という言葉があります。この言葉は、一人で行動する人を表す言葉として使われています。昔は少し寂しいイメージを持たれることもありましたが、現在では必ずしもそうではありません。一人で旅行を楽しむ人、一人で趣味を楽しむ人、一人で外食を楽しむ人など、自分の時間を上手に使う人という前向きな意味で使われることもあります。日本人が一人で行動する理由として、気を使わなくていいからという意見もよく聞かれます。日本では周囲との調和を大切にする文化があります。友達と出かけるときには、どこへ行くか、何を食べるか、何時に集合するかなど、多くのことを相談して決めます。それは楽しい時間でもありますが、同時に相手への配慮も必要になります。一方、一人であれば全てを自分で決めることができます。自分が食べたいものを食べ、自分が見たい映画を見て、自分が行きたい場所へ行くことができます。誰かに合わせる必要がありません。その自由さを魅力だと感じる人も少なくないのです。特に仕事が忙しい人ほど、一人の時間を大切にする傾向があります。平日は会社で多くの人と接し、会議や電話、メールへの対応に追われます。接客業や教育関係、医療関係など、人と接する機会が多い仕事ではなおさらです。そのため休日になると、静かな場所で一人の時間を過ごしたいと考える人もいます。一人でカフェへ行ったり、本屋を歩いたり、公園を散歩したりすることは、気分転換にもなるのです。もちろん、すべての日本人が一人行動を好むわけではありません。友達と過ごす方が楽しいと感じる人もいますし、休日は家族と一緒に過ごしたい人もいます。しかし日本社会全体を見ると、一人で行動することに対する心理的なハードルは比較的低いと言えるでしょう。レストランに一人で入ることも、映画を一人で見ることも、旅行を一人で楽しむことも、ごく普通の選択肢の一つです。もし日本へ来る機会があれば、ぜひ周りを少し観察してみてください。駅の近くのカフェやレストラン、公園や書店には、一人で過ごしている人がたくさんいるはずです。そして、その人たちは決して寂しそうには見えないかもしれません。友達や家族との時間を楽しみながらも、自分だけの時間も大切にする。そのような考え方が、
日本では広く受け入れられているのです。だから日本を訪れた時に、一人でラーメンを食べている人や、一人で旅行をしている人を見かけても驚かないでください。その人たちは孤独だから一人でいるのではありません。ただ、その時間を自分なりに楽しんでいるだけなのかもしれません。